藤沢学さん、当時24歳。三好で原爆の閃光を目撃し、8月10日に広島市内に入り被爆しました。広島県立盲学校の生徒だった藤沢さんは、昭和20年の4月から三好市へ集団疎開していました。8月6日、校長とともに市内へ来る予定でした。しかし電車が途中で止まってしまい、そこで初めて原爆が落ちたことを知りました。現在市内でハリキューの治療院を開業しています。ちょうどね、原爆の落ちた日はですね、朝なんですよね。塩町の駅からね、こっち広島の方へ県庁へ校長先生が出向かれるということで、私がそれのお供をすることになっていて、朝私がその切符をも買うようになっとったわけなんです。それがたまたまちょうど私がね朝寝をいたしましてね、その汽車へ乗れなかったんですよ。そのために、それじゃ仕方がないから言うんで、学校で朝礼を出ましてね、朝礼の時間に皆生徒と先生と残っとる先生方と生徒とがちょうど朝礼をする時です。ピカッとなんか光りましてね、ありゃ今光ったな、なんじゃろうか光ったがいうようなことでね、もう全盲の方には分からんけれども半盲の者はね、なんじゃろう今の光ったものは言うて、それかえて雷が鳴る様子でもないしね、なんじゃろうかのいうようなことじゃって終わったわけなんですが、そうして朝礼が今のように済みましてね、再び私駅の方へ参りまして切符を購入し、そして当時の校長先生八広受走先生です、八広先生を伴いまして、それで駅に出ましてね、広島へこう出てまいったわけなんです、汽車に乗ってね。そうして東海地のこの備後東海地の駅でね、汽車がこれから先ちょっと今まだ時間がもう汽車いうのがやはり上がってくる何をするんで、向こうが塚には出られんわけですよね。そこで待ちよったらね、広島から今度奥へ上がってくる分の汽車のお客さんが降りられてね、まああんた広島見てみんさえ、全部火の海になってもう広島やなんか出られやせんのよ言うて、で今度奥から今度出てきたお客さんはね、お前らバカなことを言うな、お前広島がいっぺんに火の海になるんだね、なんぼ大きな爆弾を解いて聞いてもそういうわけはね、お前らは敵国のスパイじゃ言うて、もうもみ合いの大喧嘩になりましてね、お前ら嘘じゃな言うても、お前らバカなことを言え、広島が大きな広島市がいっぺんに火の海になるんだな、ええ加減なことを言うな、お前ら敵国のスパイじゃ言うてねやりましてね、そうしてもうしばらく経ったら東海地の駅長さんがマイクでね、今広島市には得体のわからない爆弾が投下せられて全市火の海になって、これから先は汽車は今日行きませんと。それでどうしても特別どうしても今日行かれん人だけ、それも広島市は入られませんが、どこかまで行くかは分かりませんからいうことの放送があったんですよ。こういったところが私たちは今のように校長先生も全然全盲の方だし、その方を伴って広島市へ入られんのに出た言うてもどうにもならんので、そこから学校へまた再び引っ返してまいりました。その日はね、そうして夕方になると続々といろんな情報が入ってきても、それでも私らはほんまにならんのですよね。見ん限りにはそんなバカなかったやなかろう、大きな広島市がねいっぺんに火の海になるんじゃの、そんなバカなことはないとも信じられん方ですよ。そうしてそれを本当に信じられたのはね、今度は原爆の落ちた明くる朝なんです。朝方一番の汽車でなんですよの盲学校へ
これやってきた昔の盲学校の同窓生なんですが卒業生なんですがね、私古い方なんで私も名前をよく存じなんですがね、その方がもう全部皮火膨れ、ね、そしてもうこのビリ下がってるんで、それがもうぐちゃぐちゃな、もうあっぱらっぱらのね出して、それでバケツに持ってってなんか白いものをこう入れたのを持ってきて、そりゃどうしたんねんで、これは女房の骨じゃい、女房の骨どうしたんねんねえ、聞いてくださいやね。日本はのどうしても型にはいけん型にはいけんってやってきたんですが、日本型にはいけんってもこれじゃあや勝ち目はありませんで言うて、その人が行僧ほんま人間じゃないよなんか言うんですけどね、その時に初めてもう背筋が冷たくなって、いやこりゃ大変なこっちゃ思って、そして夕方ぐらいからもうどんどんいろんな焼けただれた人やらね、うちの学校のですね事務員をここにもありますがね、平本頼子いう事務員がおったんですよ。まあお茶組がね、それは一番の汽車で広島へ出たんです。出て広島駅でやられて下敷きになってね、そういったところが周囲の人のおかげでね、とうとう持ち上げてもろうて助かったんです。それで頭たくさん切ってね、それじゃがどうもならんけ、それ持ってってハンカチを襲ってもうようのこと汽車が今の矢釜じゃないんですけ、矢賀の駅まであって、そこからとうとう汽車へねずり込んであっち塩町まで帰ってきたんですよ、その女の子がね。もう頭はそれはもうものすごく切っとりましたよ。それでそれでもそういうふうなのを、ね、見たり、いろんな看護いろんな人が来るのを、やはりうちの寮が軍人寮いうて傷痍軍人が泊まるの別に部屋と取ったわけなんですが、それへ持ってって今のような被災者の知った人の来たのをね入れて、そこで看病したりしよったんですがね、これじゃがもうして2日ぐらい、私らが今の10日に私出たんだが、その時なんですで氏が若いね。おかしいことになるものにおいて、開発っていうのにどっから入るんかわからん氏が湧くようになった。まあそりゃ大変なことでしたよ。私自体はこう思うんですよ。それは確かにそういうものを使ったことは人道的に許されんやそれまでですがね、もしもですよ、その時に広島がその核の見回れだったらですよ、原爆が落ちんかったらね、私はまだまだ大きな被害を日本はもたらすと思うんです。いうのは結局あれが落ちたから日本もいやこれ以上戦争してもこれは無益なことじゃいうので、一応15日に上がってなんですよ終戦になったわけなんです。それがなかったらね、まだまだ大きな被害が出ると思うんです。もう今のように南は今のとでしょ、沖縄がやられたように、もう九州本土から敵が上陸するような目になってみなさい。そりゃ今の日本はおそらく私じゃないと思うんです。だからそれを考えればですね、その被爆を受けられた方々に対しては大変に気の毒であり、気の毒であるが、そういう犠牲があったればこそ今日のまた今の開けた日本があるんじゃと私はそう思うて、今のとですよ、被爆せられて亡くなられた方や本当にお気の毒だと思うんですが、その反面そういう方々のおかげで私らは今日のありがたいこの生活ができるんだと。広島らでもあれが原爆の爆弾の何がなかってみなさい、こういう広島できなかったろう思うんだ。昔の今の肘山と宇品とかね、そういうふうなごちゃ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 したものが広島じゃないかな思うんです。それじゃそういうふうに一応消毒化して十勝を引いたらこそどんなことでもそこへできた。それで今の広島市が大きな広島市が出来上がったんだと思うんです。それで原爆、それじゃ原爆を崇拝するかやそうじゃないんですよ。原爆確かに憎みますが、そういう犠牲のもとに今日の繁栄があったんだと。
いうことで、その犠牲に遭われた方へ感謝の気持ちがいっぱいだということを申し上げたいもん。